ご視聴ありがとうございます。今回は、このチャンネルで何度かご紹介している、中央線系統のグリーン車増結に伴う工事の今に迫ります。医療を増やすために行われる工事の全貌を、前回去年10月からの変化と、いよいよ来週末に迫った一連のプロジェクト屈指の大工事も含め、徹底解説します。ここは JR 中央快速線の起点、東京駅です。通勤電車は 87.8 キロ離れた大月駅まで運行されていますが、大半が 53.1 キロ先の高尾駅までのため、案内図には高尾駅までの記載となっています。そして今この路線で進んでいる施策が、これまで最長10両だった通勤電車に、グリーン車2両を増結し、最長12両にするというものです。対象区間は、中央線の東京大月間と、青梅線の立川青梅間。途中の拝島から分岐する五日市線にも一部の列車が乗り入れていますが、こちらは最長6両分までしかホームがなく、12両化の対象外。また、青梅線の奥多摩青梅間も最長6両で、同じく対象外です。過去に常磐線などでグリーン車が導入された時は、普通車2両との置き換えだったため、編成両数自体は変わりませんでしたが、今回は純粋な増車となるため、それまでホームが10両分しかなかった駅で、ホームの延伸が必要となりました。そしてここから、各駅で進む工事の様子を見ていきます。東京駅は線路が2本しかなく、長時間ホームを確保するのが難しいことから、特急列車の大半が新宿駅を始発終着としていますが、12両の特急が乗り入れることがあるため、ホームは12両に対応しています。中央快速線には、このようにホームを延伸する必要がない駅もあります。というわけで、ホームが延伸される最初の駅は、隣の神田駅です。ホームの構造などは駅によってバラバラなため、駅ごとに異なる方法でホームが延伸されています。下り寄りの先頭部では、延伸箇所のホームがおおむね出来上がっていました。かつてここにあった建屋は解体され、ホームの構築が順調に進んでいます。既存のホームとのつなぎ目はまだ施工されていませんが、あと一息な感じです。手前の屋根からの後付け感がたまりませんが、何か気づかないでしょうか。そう、このホーム、下り線側の方が手前で終わっています。上り寄りに移ります。こちらは前回の時点で屋根も出来上がり、上り線側には壁がついています。下り寄りの端では下り線が急カーブにかかり、それを避けるため、こちら側にもホームを作ったのでしょうか。次のお茶の水駅では、上り寄りで各駅停車の線路が快速線の線路をオーバークロスしています。構内はホーム2つ、線路4本で、上り寄りでは双方の高さがまだ揃っていないこともあり、ホームは下り寄りにのみ延伸されることになりました。神田駅のホームが上下両方に延伸されていたのとは、異なる部分です。ホームの端には階段があるため、この先に行くには階段を避けて進む必要がありますが、この階段がそのまま残ると横のスペースが狭くなり、安全性が低くなりそうです。そしてこの駅での工事は、神田駅ほどは進んでいません。この駅では、ホーム幅が狭いことによる混雑やバリアフリー化の遅れが課題になっていたため、駅改良工事が数年間続けられてきました。駅の真上に人工地盤を作って駅舎を拡張し、エレベーターやエスカレーターを設置しようというものです。過去にこのチャンネルでも取り上げたこの工事、ホーム幅が広がるわけではなく、線路を移設することもありませんが、川と崖に挟まれた厳しい条件の工事です。12両化に向けた工事はそれらと歩調を合わせる必要があることから、長い時間がかかっています。一方次の四ツ谷駅は、下り寄りに改札への階段があります。階段の幅はお茶の水駅に比べて広いですが、急カーブにかかるので、お茶の水とは逆に、上り寄りにのみ延伸されています。前回は骨組みだけだった屋根も出来上がり、展示ブロックの仕上げまで済み、ホームの表面だけを見れば、3駅で最も工事が進んでいます。線路同士の間隔がそれほど広くないため、屋根の支柱が展示ブロックに食い込んでおり、その先では展示ブロックの端が省略されているものの、線路を移設したりせず、元からある土地だけで済ませる、合理的な方法です。なお、ホームの延伸で上り寄りの混雑が激しくなるため、駅舎の上り寄りに、快速専用の改札を設ける工事が進んでいます。12両化のために設備を移設するなどした例はありますが、もともとあった土地に収まるように工事を行うのは、
ここまでの各駅で共通した方法です。すでに12両に対応している新宿駅を過ぎ、その先へと向かいます。グリーン車の増結で両数が2両増え、編成全体では40メートル長くなりますが、実際に延伸されるホームの長さは、これより短くなる予定です。これは、各駅で編成の前後にある余裕を削ることで、伸ばす長さを40メートルよりも短くなるようにしたためです。現在のオール手動運転のままでは、余裕を削るのは無理なので、車両の先頭部にホーム検知装置が追加され、タスクと呼ばれる、自動で停止位置を合わせる装置も導入されることになりました。タスクは首都圏の多くの路線で導入されており、ホームドアが設置された路線で停止位置の精度を上げるのが主目的ですが、中央線では12両化の過程でホームの余裕が減るため、先行して導入されています。もともとある土地を活用することと、タスクの導入でホームの余裕距離を削減し、延長する長さを40メートルより短くするところに、巨大プロジェクトのコストを少しでも抑えたいという思いが感じられます。2つの線路が1つのホームを挟む、島式と呼ばれるシンプルな構造の駅の中には、ホームの前後にあった土地を生かして工事が進められ、2年ほど前にほとんど工事が終わっていた駅もありました。グリーン車のサービス開始は、当初は2020年度末を目指していましたが、改修箇所が膨大になるため延期され、23年度末の予定になりました。そのためホームの延伸は、ほとんどの駅で大詰めです。一方、車両などの製造に必要な半導体が不足しているため、少なくとももう1年は遅れる見込みとなりました。最短で2024年度末になる予定です。また、車両面の準備は、タスクとホーム検知装置だけではありません。増結されるグリーン車はもちろん、普通車にもトイレが設置されることになりました。設置済みのトイレは20年3月から使えるようになり、長距離列車も多い中央線において、サービス向上が図られました。堅調に工事が進む各駅を通り過ぎ、東京駅から数えて12駅目、中央線各駅停車の終点である三鷹駅では、駅の上り寄りにある留置線が12両対応になるのと並行して、上り寄りにあるポイントが、さらに上り寄りに移設されました。これは、下り寄りで車両基地へつながる線路が分岐しており、下り寄りにホームを延伸すると、さらに複雑な配線変更が必要となるからです。三鷹駅では、下りの対比線のみ、下り寄りにも少しだけ延伸されています。上り寄りにある別のポイントとの距離の兼ね合いで、延伸できる長さが制限されたのが理由らしく、もともとある土地にきれいに収める苦労が滲んでいます。一方ここから先は、また状況が違います。以前別の動画でご紹介した、廃止が決まった名湖線橋を眺めながら、列車は2000年代に高架化された区間へと入ります。その最初の駅である武蔵境は、ここまでで初となる、2つのホームが線路を挟む、相対式、または二面二線と呼ばれる構造です。この駅の延伸部分は互い違いになっており、上りホームは下り寄りに延伸されています。延伸部分は高架橋の内側に収めるため、幅が狭いのが特徴です。また、上りホームはこれだけでは長さが足りず、上り寄りにも少しだけ延伸されています。下りホームが上り寄りだけに延伸されているのとは、大きな違いです。また、延伸部分にはある特徴があります。高架線が作られた当時は12両化の計画がなかったため、高架橋はホームの荷重を考慮した設計ではありませんでした。下り寄りに伸ばされたホームの荷重は、その一部が高架橋の外から出した部材で支えられており、材質が異なるため違いが目立ちます。一方隣の東小金井駅は、ホーム2つ、線路3本の2面3線と呼ばれる構造です。ホームは下り寄りに延伸されたものの、この奥にある中線と下り本線をつなぐポイントが延伸部分に重なっていたため、ポイントを下り寄りに移設する工事が行われました。これに伴い、このポイントの通過速度が時速60キロから35キロに下がりました。枕木は今でも左に張り出しており、移設前のポイントや線路の位置がよくわかります。また、架線を支える柱がホームの予定地に重なっていたため、それらも移設されました。ただし、この駅の下りホームは下り寄りへの延伸だけでは足りず、上り寄りへも少しだけ延伸されているなど、駅の特性に合わせた方法が採用されています。ここから先の各駅も同様で、線路の間のスペースや高架橋の内側に上手にホームを収めています。武蔵小金井、国分寺、西国分寺、国立を通り過ぎ、中央線と青梅線が分岐する
立川へと向かいます。中央線と青梅線の施設は3連6線で、直通列車を除けば1番線と2番線が青梅線、それ以外が中央線です。ホーム延伸の対象は1番線と2番線、そして中央線の対比線にあたる4番線と5番線です。立川にも12両の特急が止まっていましたが、対比線のホームは12両分がなかったので、今回の工事でちょっとだけ延伸されることになりました。中央線のホームには12両の停止位置目標が設置され、10両編成の列車の停止位置がホーム後ろ寄りに移動するなど、変化が続きます。また、1番線と2番線では、延伸されたホームにも入れるようになっています。そして駅ごとに内容は異なりますが、ここまでの工事には、ある共通点があります。もともとあった土地にホームを設置するときは、終電から始発の間に工事を行い、列車を運休することはありません。以前このチャンネルでご紹介した山手線渋谷駅や京浜東北線浜松町駅のホーム拡幅工事とは大きく違います。増結されるグリーン車はすでに何両か出来上がっており、工場からの改装や試運転まで注目度抜群なのに対し、ほぼ全ての駅が関わるホーム延伸工事がそれほど注目されないのは、この工事がひっそりと進んでいるのも理由かもしれません。ただしこれはあくまでここまでの話。都心よりも苦労の跡が伺える工事ですが、ハードな工事は実は都心部ではなく、むしろ郊外の区間に集まっています。青梅線内も青梅までは12両化の対象で、工事が進む駅が続きます。なお、青梅線内は全ての列車が12両になるわけではなく、10両の列車も残り、グリーン車がない編成も運行される見込みです。一方、立川から5駅目、上り線の横に留置線が並ぶ拝寺まで、変わった光景が見られます。左のホームは手前だけ構造が違い、幅や屋根の有無も奥のホームとは違います。ここは青梅線のホームの横にある五日市線の専用ホーム。構造が違う部分だけホームが曲がっており、線路や奥のポイントも新しくなっています。また、奥の留置線の右側には線路1本分の土地があります。この場所で行われたのが21年11月のこのプロジェクトで有数の規模となった工事です。上り寄りにホームを延伸するため、留置線が分岐していた箇所の線路の配置を変えることになり、およそ120メートルにわたって線路が移設されました。これに伴い、留置線1本が使用停止になっています。この工事は土日の終日と月曜の朝6時頃まで行われ、拝島駅を発着する列車に時刻変更が発生しました。対象は青梅線と五日市線だけでなく、接続する八高線の一部列車も含まれています。そしてこの工事には、ある特徴があります。このホーム自体は工事期間中も使用され、普段は上り寄りに車両を止めているところ、工事の間だけ、下り寄りに止めて工事エリアとの距離を取り、列車が運行できるようにしたのです。10両分のホームに対し、五日市線の列車が最長6両であることを、上手に利用しています。このホームは青梅線などの列車が発着することや、留置線への出入りの関係もあるためか、12両対応に伸ばされることになったようです。なお、五日市線はグリーン車の増結後も最長6両で、他の駅ではホームは延伸されません。拝島駅の工事では、時刻変更のみで運休はありませんでしたが、列車の運休を伴う最初の工事が、実はその隣の駅で行われていました。下り線が左に膨らんでいるのがわかります。この牛浜駅では、ホームの上りよりすぐに踏切があったため、ホームが下り寄りに伸ばされることになりました。ところが下り寄りでは線路の間隔が狭すぎたため、下り線を左側に移設して線路の間隔を広げ、ホーム幅を確保することになりました。この工事は20年11月に行われ、週末土曜の夜9時頃から日曜の朝6時40分まで、拝島青梅間の全列車が運休になり、バスによる代行輸送が行われました。所要時間は通常20分程度のところ、代行バスでは75分程度かかりました。利便性を補うため、牛浜と隣の福生では、それぞれの駅で有効な乗車券で、近隣の五日市線や八高線の駅を利用できました。また、下り寄りにあるカーブが、踏切にかかっているのがわかるでしょうか。この踏切も改修されることになり、工事の間は通行止めになりました。延伸されたホームには入れますが、停止位置は上り寄りのままで、あの辺りまで車両が入ることはまだありません。
青梅線は下り先頭が10号車で、2両増えても11号車と12号車が増えるだけで、1号車から10号車の位置は変わらないので、停止位置は上り寄りでも問題ないのです。この点、停止位置を上り寄りに移動した立川駅とは違います。そしてこの先に、牛浜駅の工事よりも大規模な、終日列車が運休になった工事があった駅が続きます。車両を増やすために設備を減らした駅や、別の工事の関係で計画が変更になった駅、そして来週末に行われる最大の山場になる工事の模様は後編に続きます。ご視聴ありがとうございました。